おはようございます。西川です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日もですね、錦鯉の飼育に役立つ動画を撮っていきたいと思いますので、もしこの動画が面白いと思ったら、グッドボタン、それからチャンネル登録の方をよろしくお願いします。今日はですね、稚魚池の餌やりの様子をお伝えしたいと思うんですけど、私の場合、まずこの稚魚池にですね、稚魚を放養してからだいたい35日から40日ぐらいで一次選別をしています。それまでにですね、3つのパターンで餌をやっています。最初はですね、ミジンコをしっかり食べさせるというふうな形でほとんど餌はやりません。その後にですね、ミジンコが切れるかなどうかなっていう時に、日本農産の粉マッシュ、これを使っています。こんな感じの餌なんですけど、見えるかな。これです。見える。この農産の濃い稚魚マッシュをじょうろで水溶きして、それをやっています。このじょうろの中に入れて、で水を入れて、こうね、希釈します。それからですね、時間的に言うとだいたい8日目から10日目ぐらいになった時に、今度はこの粉のままをですね、粉の状態を手巻きしていきます。これをだいたい2週間ぐらい続けています。で、実際はですね、稚魚マッシュをですね、一次選別が始まる35日目とか40日目まで増量しながらやっていくんですけど、私の場合はですね、だいたい25日目ぐらい2センチ近くなった頃から餌を切り替えています。切り替える餌っていうのが、これも日本農産工業のコイ2号という粒の粒状の餌なんですよね、これ。見えるかなこんな感じの餌です。ちょっと見えるかなちょっとね。これをですね、だいたい25日から、そうですね、10日間ぐらいやってるんですよ。でもね、これ正直言って、あまりおすすめはしません。基本的にはですね、一次選別が始まるまでは、この粉のマッシュを巻いた方がいいように思います。一般的にはですね、粒状のものを早くからやると、鯉が餌を食べ過ぎて過食気味になっちゃうんですよね。となると、どうしても奇形が出るんですよね。口が曲がったり、腹がおかしくなったり、そういうふうな現象が起きるので、皆さんほとんどの方がですね、稚魚マッシュ、一次選別までずっとやってますね。しつこいようですけど、あくまでもこれは私がこの条件でやることなんで、あまりおすすめはできないことなんですよね。私の場合、実験も兼ねて、この農産2号の方へ早く移行をして、少しでも餌代を節約しながら鯉を成長させるというつもりでやっております。この若林養鯉場さんから、教えてもらったんですけど、流状の餌っていうのは、沈んでこう筋状にこう固まってしまうと、オタマジャクシとかね、そういったものが先に、餌を食べに来て、鯉が餌を食べる邪魔をしてしまうということなんですよね。だからできるだけこう餌がこう広がるように巻いています。ビニールハウスの中に帰ってきました。ここのですね、池には先日一次選別をした昭和3色入っています。それからこれがもう一月ぐらい前ですかね、一次選別をした紅白が入っています。ほんま言うたら稚魚はね、二次選別ぐらい、そうですね、だいたい8センチぐらいになるまでは稚魚池に入れておきたいんですけど、何分稚魚池がね、3面、6世、600平米しかないんで、しょうがなしに選別したものをハウスに入れて、それから稚魚池をできるだけ使うようにしています。で、このコンクリート池にこれから餌をやっていくんですけど、泥池と違って
どういうんですかね、そのバクテリアとか自然の作用もないので、餌やりは特に慎重になります。いかにこうろ過層があったとしても、水も汚れやすいし、過食になるともうてきめん奇形が出るんですよね。だから慎重にちょっと少なめにやっています。1週間ほど前に選別動画を上げた昭和3色です。色の出方もまだまだなんですけど、成長に伴って赤っぽいものが増えてきたなという印象です。6センチから7センチぐらいになってますんで、そろそろ大きい餌にしたいんですけど、まだ農産2号をやってみたいと思います。ね、色がだいぶ抜けてきた感じですね。やりすぎないように気をつけています。だいたい1日2回、給餌器があればね、4回とか6回とかに分けてやりたいんですけど、給餌器がちゃんとしたのがないんで、1日2回だけ手巻きでやっています。こちらの紅白は一次選別から約3週間の滝川紅白です。もう体長8センチから10センチぐらいになってますから、一回り大きい粒の農産濃い稚魚3号というのをやってみたいと思います。わかりますか？ 2 号と3号の違い。右側が3号、左側が2号。ちょっとね、粒が違います。粒の大きさが違います。この滝川紅白、実は一次選別から10日目で二次選別したんよね。A のバー残したつもりだったんだけど、こうやって実際見てみりゃ、ほんま、残っとらんよね。こういうもんは、取れんもんじゃねえ。寂しくなってくるよ。